はい、こんにちは。元優秀設計者の VDC です。今日は最近不調になってきたアルファードのエンジンの修理をしてみたいと思います。アルファードのエンジンルーム内です。今日作業するところはエンジンの右奥にあるエアダクトを外して作業することになります。エンジンルームの前にこんな感じですね。ブロック2段出てますけども、かなりですね、奥の方にありますので、こういうちょこっと段なども置いとくとやりやすいです。これからスロットルバルブを掃除するんですけども、掃除し終わった時にですね、エンジン ECU がですね、学習をするとかですね、あとは作業中にショートさせて壊したりとか、いろいろ起こるといけませんので、バッテリーを外しとこうと思います。10ミリのサイズのものがぴったしありますので、これ緩めるとですね、外れるようになります。外しますね。こうすることによってですね、だいたい30秒もいらないんですけども、それぐらい離していると、EFI、エンジン臭がですね、リセットがかかると。で、あとこれ外した後ですね、また触っちゃったりとかしますので、ここの周りにですね、テーピングをします。車全体ですね、ボディ側がアースグラウンドになってますので、プラス側だけを外せばですね、全体的に外れる状態になります。プラス側の端子に、簡単に剥がせるテープでもつけとけば、絶対触ることないですね。チラチラしたケーブル類はですね、どっかに止めておくとですね、勝手に動いたりしませんので、穴開いたところにやっておくといいと思います。この EGR チューブがここで外せますんで、ここからスロットルバルブクリーナーを入れるという方法もあります。インテークダクトの奥の方に金属バンドがあり、ここでスロットルバルブとつながっています。この金属バンドをラジオペンチで開いて全体を上に引っ張り上げて抜きます。スロットルバルブが非常に綺麗に映ってますね。ゴム、樹脂製品に影響を与えないワコーズ、TVC、スロットルバルブクリーナーなどを使用してください。こんな感じで金属部分にくっつけます。ウエスを使って指で押さえながらやるとですね、スロットルバルブが開いてきますので、この引っかかりになりそうな部分をですね、念入りに拭いてあげると。見た感じはですね、結構綺麗な感じで光ってますけども、いろいろ拭いてるとですね、汚れがついてて、これが原因で収動抵抗、引っかかりとかいろいろ起きて調子が悪くなります。見えてる方の右側の方が下がって左側が上がってくるという動きになりますけども、右側をやった時にですね、ちょこっと柔らかいものを挟んでおいて開いた状態で、左側を持ち上げて反対側を掃除するというふうにやると、両方ともきれいにできます。本当にちゃんとしたい場合はですね、ネジを全部外してですね、やるという方法がありますけども、非常に奥についているですね、作業がやりづらいんで、ここをきれいにするだけで電子制御スロットルバルブの車は良くなります。この車よりも年式が古いやつですと、アイドルスロットルコントロールバルブというのがついててですね、そちら側も掃除をしないと良くなりません。その場合はですね、クーラントが流れ込んでたりとかですね、いろいろしますので、漏れないようにしたりとかですね、この車よりももっと作業が難しいとなります。とりあえずこの車はですね、ここを掃除するだけで調子が良くなります。スロットルバルブは新品が5万円程度しますので、解体屋で安く買って自分で磨いてヤフオクに 2,3 万円で出品している人も結構見受けられます。このバンドでですね、スロットルバルブ止まってるんですけど、これも非常に硬くてですね、であと細くなってますけど、ここにですね、ここの部分を通した後に下側にパチンと止めといて、最後にはめた後ロックをこっち向きに外すということをやるんですけども、もうすでにこういうふうに曲げられててですね、作業非常にしづらいんで、100円ショップでこういうクランプと
いうのを売ってますんで、これをこの向きに留めるとですね、しっかり留まりますんで、これで留めてきれいに留まった後、ニッパーでこれを切るというふうにやると、楽に元に戻せます。これでやります。この区切れのところよりも締まった状態ですね。先ほどの状態だともう全く開いて手無理ですけども、楽にこうやってはまりますね。でここまで全部入った状態で留めといて、でこれを留めるということをやります。この辺を持ってですね、体重をかけると、ここまで刺さったらここでニッパーで結束バンド、クランプを切るとやればきれいに留まります。このクランプを真下に落ちると良くないので、捕まえた状態で切りに行きます。押さえとくのも大変なんで、ちょっとこの辺に一旦テープで留めます。見えてますよね。ここまでニッパーを入れて、これを切ります。切れましたね。中に落とさずうまいこと切りました。これでしっかり止まりましたので大丈夫ですね。エアフィルター、これを先に止めに行きます。こっちは簡単にはまりますね、奥まで。これでちょっと後で締めます。で先ほどの燃費を良くするための機構ですね、こいつをここにはめると。入りましたね。ちょっと映ってるかどうかわかんないですけど、きれいに入りました。ここ閉めてないんで、こちらもですね、ちゃんと閉めておかないとエンジンの振動とかで外れてしまったら困りますので、しっかり閉めておきます。まずは手で簡単に閉めた後ですね、ラチェット、最初と同じぐらいのところまで、最初も手でっていうか、普通のドライバーでも外せないぐらい閉まってましたんで、ちょっとこのもんですかね、閉めておきます。外れたところ、こういうところもはめますね。これで一通り作業が終わりましたんで、エンジンをかけてみます。先ほどと養生したバッテリーのね、外して止めに行きます。しっかり奥まで刺して、無線機用のやつもはめに行くと。昔つけたですね、100ボルトを取るためのインバーターが最近調子が悪くなってですね、ノートパソコンを動かすぐらいでも電力不足って言ってブザーが鳴りますね。またそのうち取り外して修理をしたいと思います。しっかりと止まりましたね。で、これで止めると。でこの状態で一通り組み上がりました。車に乗り込みましたね。まずエンジンが、かかるかどうかというのはちょっと緊張の一瞬ですね。最初はですね、カーボン清浄剤が入ってますので、1回は演奏するかもしれないですね。で先ほどビデオでやった中で、ここを外すと分解せずに洗浄剤が入れれますといったところありますね。排気を戻すところなんですけども、あそこから2人で
エンジン回転数を3000ぐらいにしながらカーボン洗浄剤を入れるとですね、分解しなくてもある程度は良くなると。ただあまりにもひどくなるとですね、あそこまで分解してですね、削ぎ落とすとこまでしないと復活しません。エンジン回転数が850ぐらいまで下がりましたんで、2、3回運転するとですね、だいたい800ぐらいで正常の値までいきますね。これやる前のやつを取っときゃよかったんですけども、650とかですね、700とか非常にアイドリングが低いと。それからですね、なぜか燃費が悪い、かなり燃費が非常に悪くなるという現象も起こりですね、あとはですね、アイドリングが低くて坂道で後ずさりしたりとかですね、クリープ現象をしてくれずに前に進んでいかないとかですね、いろいろ不具合があってですね、アクセルを踏み込むと突然引っかかりを飛び越えてスロットルが開きますので、ガクンと来るという非常に運転しにくい車になってしまいますね。見た感じは正常ですね。何度かちょっと分かんないけども、ある程度の坂ですね。ブレーキを離してみます。ちゃんと止まってますね。アクセル踏みます。動きます。普通の車だったらこうなんですけど、おとついはブレーキを離すと後ずさりして後ろの車にぶつかるかと思ってちょっとびっくりしましたけども、全然もうクリープしないというような現象になってましたね。もう一回車が来ましたね。はい、じゃあもう一回ブレーキ外します。そのまま止まってます。